発想ざっくり解説劇場です。今回は技能実習制度が育成就労制度になるとどんな部分が変わるのかというお話ですね。主に在留期間のお話なんかをですね中心にやっていきたいんだと思います。で特定技能の話なんかも絡めてやっていきますので、ご興味ありましたらぜひ最後までご覧くださいますと幸いです。でまずはですね、技能実習の5年間今あるんですけれども、単純に書いていきますと、5年なので、こんな感じですね。ちょっと印つけながら線引っ張りまして、5年間ですね。こんな感じで在留期間があるわけですが、こう区切りがあるんですね。でそれぞれ1号を1年間、で2号が2年間、で3号も2年間ということになっています。で合計5年間日本で技能を学んだらですね、帰国が前提なんですね。自分の国に帰ってもらって、で自分の国で日本で身につけてきた技能をですよね、生かして活躍してくださいという、そんな仕組みになっています。ですので一定のレベルまで育てていくっていうのがありますので、各段階ですね、検定を受けないといけないんですね。で最初はですね、基と書きました基礎級というのがあります。技能士さんの検定なので普通は3級から始まりますが、一つ下に基礎級というのを作ってるんですね。で最後に2級を取って帰国というのが前提ですね。基礎級3級2級という上がり方をしていきます。でこれに対して特定技能ですね、スタートここですね。特定技能は3級レベルの外国人材を日本に呼んでこられますよという、そういった在留資格になりますので、スタートがですねもう3級なんですね。やはり12345年間ですねこうありまして、でこの5年間が1号ということになります。特定技能1号ですねということになります。でさらには特定技能はですね、特定技能2号っていうのもあって、特定技能2号はですね、この辺から始めますけれども、2号はですね実は上限がないんですね。こう線がないんですよということで、ずっと日本に在留できますよと。あとはですね、ここには書いてないですけど、家族連れてこられるとかありますね。扶養家族を呼んでこられるという仕組みになっています。ただし技能のレベルは1級レベルということになっているんですね。かなりハイレベルじゃないと2号にはなれませんという仕組みです。あとはですね、特定技能もう一つ要件実はありまして、技術だけではなくて日本語能力要件ですね。N3 レベル、日本語能力試験でいうと N4 ですが N4 レベルが求められるんですが、現行だとですね、技能実習2号終わって3級持ってると同じ職種の特定技能1号ですね、 N4 受けなくても合格していなくても移行できますよというですね、そんな仕組みになっています。ここまでが現行制度では、これが育成就労制度に切り替わるとどうなるかということで、2027年の4月からですね、育成就労切り替わりますので、これどう変わっていくかというと、まずですね、1号、2号、3号っていう区分がなくなります。そもそもなんですけど、3級自体なくなります。3号です。3号自体なくなります。なので、2級の検定も受けませんよと。そして、国に帰るんじゃなくて、どうなるかっていうと、育成就労3年間終わった後ですよね、ここから特定技能に移っていきますよという、これが大前提なんですよね。ですから、言ってしまうと特定技能の前段階として育成就労があるんですという位置づけになっています。で同じように3年間で3級ですね、ここ変わらずなんですが、この日本語能力試験でいう N4 ですね、これが必須になりますね。括弧が外れますよと。必ず取らなければいけない。あとはですね、1号2号という区分はなくなりますが、1年ですよね、ここ立つところまでに基礎級の検定合格と、あと日本語能力試験でいうと N5 ですね、レベルというのが求められます。より日本語能力ですよね、求められる。日本の社会に溶け込んでいってもらわなければいけないという考えがありますので、日本語能力要件というのが今後はより厳しくなるのかなと。でさらにですね、ここ書いてなかったですけれども、2号は
日本語の能力要件今求められていないんですが、いずれはですね N3 レベル、ここが N3 ですねが求められるようになりますよというお話です。で日本語能力試験は年に2回しかありませんので、日本語基礎テストっていうのは JFT ベーシックっていうのが特定技能ができた時にできたんですよね。2019年からできてますよと。でその基礎テストの方でいうと A1、A2、B1 というですね、レベルアップしていくというのがありますので、いずれにせよ同じぐらいのレベルなんですけれども、しっかりと日本語も覚えてもらいつつですね、日本の社会に溶け込めるように育てていくというのが大事なのかなというお話です。で気になる方いらっしゃるかもしれないんですが、3号なくなると有料な実習実写ってやつですね、目指すメリットがないんじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれないんですが、実はこれはですね、有料な育成就労実写って名前に変わりますけれども、なっていないとちょっと困るんですよね。でその前の話として、この基礎級と N5、これがどう影響してくるかというと、現行制度技能実習は基礎級取らないと次いけませんよって話なんですが、それはなくなるんですね。でそれに対して育成就労になると、1年経っていて、さらに基礎級 N5 を持っていると、その人材ですね、育成就労外国人という名前に変わりますが、その人は本人希望の転籍ができるっていうですね、そういう要件になってるみたいです。でその時に転籍先ですよね、受け入れ企業を変えるときに、その新しい職場は有料な育成就労実写でなければ受け入れてきませんという仕組みになりますので、有料になってないと自分の職場から出ていくことは可能性があっても入ってくる可能性ありませんよということになってしまうので、やっぱりそこはですね、有料を目指していくことにはなるのかなと思います。でその時にやはり有料の要件ですよね、ここの合格率なんかはしっかり見られるんじゃないかなという話ですね。当然ここ3級かというかっていうのも見られると思います。でちなみにこの3級合格できなかったらどうなるかというのがあるんですが、ここで育成就労を3年間だけで帰ってくださいとは実はならなくて、1年間一応ですね、延長はできるというのがありますけれども、やっぱりここの時点での合格率が高くないと、おそらく有料というのは難しいのかなというのがあると思いますので、今まで通り、1年で基礎級、3年で3級というのを目指していくというのはここは変わらないのかなということですね。はい、ということでですね、育成就労制度2年弱ですけれども、切り替わるとこんな風に変わっていきますというお話をさせていただきました。ということで、今回の話ですね、参考になったなというのがありましたら、ぜひ高評価ボタンですね、押していただきまして、またチャンネル登録なんかも励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧くださいまして、誠にありがとうございました。